Welcome to Healing モーセ。はい、皆様こんにちは、モーセ姫です。本日もご視聴いただきましてありがとうございます。早いもので10月のマンスリーリーディングになりました。今日は久しぶりにルノルマンタロットでハウスリーディングじゃなくて、久しぶりに、8×4 プラス4のグランタブローで1ヶ月の流れ見ていきたいと思います。ところどころハウスグランタブローを取り入れながら見ていこうと思うんだけれども、今日はね、もうグランタブローやっぱ楽しいなと思って、グランタブローで見ていきます。こちらあなたのところに出たカードのところにこれを置いていきます。そしてあの人が出たところにはこのブルーを置いていきます。選んでいただきたいのは一番左の方1番、真ん中の方2番、一番右の方3番になっております。カード近づけます。1番の方、そして2番の方、そして3番の方、じゃあピーンときたものをお選びください。かなりね、具体的に詳細に10月の流れお伝えできたらと思っています。本日も心を込めてリーディングいたします。それでは1番の方、見ていきたいと思います。カードはね、シャッフルしてます。今からカードを、並べていくんだけれども、リーディングから見たいという方はぜひ、スタンプに入れとくので、どうぞリーディングから見てくださいね。ちょっとカード並べるのもちょっとだけね、時間かかるから、よいしょ。行きましょう。ファーストカード本。もしかしたらこの辺りちょっと早送りするかもしれないんだけど、太陽、クローバー、手紙、キー、よいしょ、クマ、顔毛、西色、鳥、子供、ゆり。あなたのカードが出たね。あなた、ヘビ。複雑な恋愛中の人なのかな。クロス、ハート、山、家、コウノトリ、フォックス、庭、星、ムチ、花束、魚、月。あの人のカード、鎌、ネズミ、リング、道、ワンちゃん、怒り。ちょっとね、ずらしますね。雲、ライダー、
タワー、船、よいしょ。ちょっとねカードをきちんと並べ直します。はい、それでは1番の方、お待たせしました。ちょっとカードをねきれいに並べ直しました。まず、はい、あなたがいるところはここです。ちょっとこれ置いときますね。あなたのところ。はい、そしてあの人はというとここですね。ここにいて、じゃあまずさあどう見ていこうかなと思ったんだけど、最初の、3枚の流れを見ると本気太陽なんですよね。なんとなく一番のあなたが、私はまず複雑な恋愛をしている方が多いのかなっていう感じ。どうしてかっていうと、あなたの過去に有利、これね複雑な恋愛とか不倫とかそういう意味もあって、そしてあなたのすぐ真隣に蛇がねいて、そして本というなかなか表に出せないような関係がなんかね今までも長く続いてきたのかなみたいな、そういう風な感じがあって、一番の方、片思いの方か、もしくは複雑な恋愛の方かなというふうに思いました。で、あなたのすぐ横に蛇がいるので、複雑な恋愛をしている人はかなり要注意かな。ただ蛇が、これが例えば奥さんとかね、例えば誰かだとすると、真横にはいるんだけど蛇が右を向いてるから、なんかあなたのことはもしかしたら知ってたりとかするかもしれないけれども、なんか今は見ているところがなんか別のところを見ている。例えばこの人が、例えば旦那さんとかお相手様とのなんか関係修復とか、なんかそういうふうなことをもしかしたら考えてるのかなみたいな、そういうふうな感じで思ったりもするし、今あなたのことをねそんなにライバル視してないような気がする。むしろ一番のあなたの方が気になるっていう風な感じかもしれない。例えば SNS とかインスタとかいろいろなものをチェックしたりとか、その可能性がもしかしたらあるのかなというふうに思っています。で、なんか今月っていうのが、今まで長く頑張ってきたこととか、そういうことがですね、大きな転換期っていう風なのを迎えるような気がして、これが恋愛でも仕事でも、なんかあなたにとって新しいところに行くとか、新しいスタートを切るとか、そういう風な感じがしています。で、今月のどういう1ヶ月になりますかっていう結果のカードのところに、雲、ライダー、タワー、船というカードが出てるので、あなたが何かモヤモヤとしていたこと、始めようかどうか迷っていたことっていうことに対して、今月あなたがなんかスタートを切れるような、なんかやっぱり頑張ってみようとか、飛び出してみようとか、例えば大学行ってみよう、留学してみよう、転職してみよう、なんかそういうあなたにとっての新たな門出っていうのが今月なんか始まっていきそうな気がする。実際に行動するのはもうちょっと先かもしれないんだけれども、いろいろ情報を得たりとか、例えば転職先探したりとか、そういう可能性はあるので、今月はね、ここでね太陽も出てるんだけれども、なんかあなたのなんか隠さないといけないとか、そういうふうなことからは解放されるような感じ、なんかふわっと明るくなるような、そういう感じがねすごくするかな。で、先に今月ちょっと気をつけることということで、4隅のカードから見ていきたいんだけれども、本、棺桶、怒り、月というカードが出てるので、複雑な関係、勉強、
うん、なんかねそれが一旦なんかこう中断するのかな、休むのかなっていう感じがして、でそれでなんかこう新たなこと、新たな恋愛、もしかするとこれ復縁っていうことも考えられるんだけれども、復縁とかそういう風なものが始まっていく、そういう感じがする。なんか復縁色が強いかな。なんかこう頑張るみたいな、再びリスタートするっていう、そういう風な感じが見えるかなと思ってます。で、あなたのねこう周りを見てみるとすごいね、太陽と星、天体カードが2枚もあって、であなた自身がなんかねすごくボランティアとかもそうなんだけど、なんかねすごくこうごめんなさい、賢くなんかこう振る舞っていたのかな、仕事とか、勉強とか恋愛っていうのも、なんかこう尻尾をつかまれないようにというか、なんかすごく本当に頭をこうなんかねフル回転させて、頑張ってきてたんだろうなっていう風な感じがする。で今っていうと、クローバーと庭が出てるので、あなたの人間関係がどんどん広がっていったりとか、いろいろな出会いがあってるよとかあるよっていう風なことを表しているのかなと。でその中に、その人間関係の中にちょっとごめんなさい、ちょっと気をつけてねっていう人もいるんですよ。すごく素晴らしい人間関係、いろいろな出会いとかもありそうなんだけど、なんかこう見かけと心の中が違うような、腹黒い人とか二重人格的な人とかがいるかもしれないから、ちょっとそこはね気をつけながら人間関係を広げていくことはすごくおすすめだなというふうに思っています。すごいです。太陽と星がなんかあなたの味方っていう風な感じなので、かなりあなた自身がこう目立ったりとか、こなんかこういろいろなところでインフルエンサーだったりとか人気があったりとか、そういうのがあるかもしれません。そういう嫉妬とかがねあるかもしれないから、そのあたりは気をつけてねっていう風な感じかな。であの人はっていうと、なんかね、あの人自身なんか飛び立ちたいっていう風な、うん、ものがあって、今のところこう家をね、このコウノトリはこう見てるんだけれども、実家が恋しいとか、なんか結婚したいとか、一緒に住みたいとか、なんかこうそういうあの人の願望があるのかなっていう風な感じです。で今月のあの人っていうのが、うーんちょっとね雲とカマとフォックスが出てるので、なんかあの人自身ちょっと考えすぎたりとか悩みすぎたりとかノイローゼとかにこうなってしまいやすいのかな。なんとなく体調面とか気をつけてほしいなっていう風な感じがしました。なんか旅行に行きたいとかね、引っ越しをしたいとか、そういう風な環境の変化っていうのを求めてるのかなっていう風な感じで、あなたとお相手様が近いです。近いんだけど、なんかこう共通するカードがこれフォックスなんだよね。フォックスだからこうお互いがなんかお互いの顔色を見てるような、そういう風な感じがするから、ちょっと待ってね。まだなんかこう100%素直で、なんかこうぶつかり合えないというか、腹の探り合いっていう風な感じの距離感の人がもしかしたら多いのかもしれない。なんかあなた自身がこうすごくね頭がいい方だから、全部の感情をあの人に見せない、そういう風なことも表してるのかなと思いました。で今月の恋愛運なんだけど、ハートの周りを見ると、かなりね、ちょっとね、ネガティブなカード、無知、棺桶、山というカードが出てるんだけど、
まず、復縁を望んでいる人、過去のカードを見てると復縁はまだちょっとね時期尚早だったなっていう風なのが出てるんですね。でも今はね大丈夫。あなたの愛をあの人が受け入れてくれるし、あの人もあなたのことを恋しいと思ってくれている。相思相愛。ここはね大丈夫かなと思います。ただお二人の中っていうのがどうしてもなんか障害のある恋とか距離があるとか頑張らなきゃいけないっていうものがあるみたいなので、そこは復縁した後も、例えば今順調な恋愛をしている人もなんかお互いにとって頑張っていくっていう気持ちが必要なのかなっていう風なものが見えます。でもねきっと乗り越えていけるのかなと。努力はしないといけないっていうのはあるかもしれないけれども、それくらいお互いの気持ちが強いかなっていう風なのも感じることができたかな。でそうそう、ハートでしょ、花束、リング、この辺りがね、結婚とか恋愛とか付き合うとかそういう風なことなんだけど、なんかそうそう、今まではなかなか厳しかったなって思うんだけど、そう未来はねいいんですよね。現状と未来はいいからかなりいい感じになっていくのかなと思う。でこれをちょっと仕事とか転職で見るとなんかあなた自身がねいろいろ悩んでいたりして、でも実際なんか動いていくのかなとか別の場所に行くのかなとか、そういうことも出ているような気がしています。ということで実際にね、じゃあお仕事のことから見てみましょう。はい、ご自分で仕事をしている人、アルバイトパートの方なんですけれども、今あなたには転換期がやってきています。これを例えば、新たにしようか、他のことを例えば追加していこうか、もしくは別のところで働こうかっていう風なことがあるときは、なんかね今まだ悩んでいて、悩むのが今月はいいんだけれども、あなたにはもう少し専門知識をつけた方がいいっていう風なものが出ているので、今は新たなことを始めるとか、こういうことをしたいとか、そういう考える時間かな。そしてそのことに対してしっかり勉強とか知識をしてから動き出す可能性があるのかなって思うので、まだ今月じゃないかなっていう感じがします。そしてはい、サラリーマン会社員の方もうね端っこにねカードがね出てるんだけど、今は人間関係もいいし金銭的なものもいいし、そんなに大きな悩みっていうのは正直見えないです。見えない。そういう意味では今月はマイペースに、進んでいっていいのかなというふうに思っています。はい、そして今月の金運、なんか全部端っこにカードが出てるね。はい、今月の金運なんだけれども、なかなかね大きいものを例えば買ったりとか、例えばローンで買ったりとか、なんかするのかな。決してあなた自身の金運は悪くないんだけれども、なんか負債があるっていう風な、感じがするから、これはちょっとプラマイで言ったら、引き締めといた方がいいなっていう風に思うので、あと入ってくるかなっていうお金がちょっと遅くなる可能性とかもあるかもしれないので、今月はとにかく家計簿とかをしっかりつけながら、やりくりをすることを私はおすすめしたいなっていう感じです。案外ね、デート代とか交際費とかに使う可能性あるのかなというふうに思っています。友達のところもいいですしね。友達もいいし、そうね、出会いを求めてる人、
出会いを求めてる人、今月はね、あんまり積極的に行かない方がいいかな。むしろ、なんかこうアプリとかを例えばね使っている方っていうのも、今月はとにかく、受け身の方がいい気がする。新しい出会いに関しては。そして、とにかくこうやり取りを例えばするとか、まだなんかね具体的に例えば会うとか、なんかねプライベートのやり取りを交換するとかっていうのはちょっと今月はおすすめしないかなっていう感じです。感じで。で、あとはそうね、ちょっと待ってね。あとお伝えできること。複雑な恋愛の人もね、その複雑なそのパートナーのことばっかりね考えるのではなくっていうことと、あとね出会う人には気をつけてねっていう感じだし、あ、旅行運が今月すごい良さそうですね。旅行に行かれる方とかはすごく、楽しんで行かれるようなそういう感じがします。じゃあ、はい。だいたい今ので大丈夫でしょうか。じゃあ、今月のね、はい、アドバイス見ていきましょう。おっと、カードが逆だったね。よいしょ。はい、じゃあ今月のアドバイスが、はい、愛に包まれること、Listen to your body と、2枚出そうかな。はい。じゃあこれがね、はい、アドバイスで今月出るんだけれども、はい。まずね、愛に包まれると出てるので、今月はね、私は復縁とかこう恋愛中の人っていうのはすごくあの人の愛情分かったりとか、幸せなデートがねできたりっていう風なことが考えられます。そしてあなたの体の声を聞きながら、例えばしっかり寝るとか、お風呂に入るとか、運動する、食事をするっていう体の声をね、ぜひ聞いてほしいかなと。そしてね、案外一番の方ってこう頑張りすぎる部分があったりとか、こう細かいところが気になりすぎる部分っていうのがあるから、もう少しおおらかになっていいよとか、こう全部に対して気を使うのではなく、これだけは譲れないみたいな、そういう風なところになんかこう焦点を当てていくといいのかなと。細かいところはそこまで気にしなくていいよ、もうちょっとおおらかでいいよ、今月のあなたは愛に包まれるから大丈夫だよっていうことを一番の方に伝えたいかなと思っています。なんかね、今月あの人との関係もね、こうきっとこう素直にいろいろ言い合えると思うし、なんかしっかり愛し合えるかなと思うので、復縁を望んでる人も恋愛中の人も、そして片思いの人もね、こう恋が進展していくんじゃないかなと思っています。はい、これが一番の方へのメッセージです。はい、それでは2番の方見ていきたいと思います。まずあなたのカードがここにあります。そしてあの人のカードはここです。
少しね、少し離れてるかなって思ったんだけれども、見てください。最初のこの3枚のカードが熊、太陽、月、むちゃくちゃすごいですね。むちゃくちゃすごい。ラストのカードは蛇と子供とユリなんだけど、なんかこう今月なんかどれだけの金銭的なこととか、なんかどれだけの幸せなこと、どんなあなたにとって叶えたい願いが叶うのみたいな、もうむちゃくちゃすごいなというふうに思ってます。このね、蛇と、蛇が出るとね、どうしてもネガティブな感じにはなるんだけど、蛇ってユリの香りが苦手なんですよ。子供が中に入ってるんだけれども、なんかこうもしライバルとか嫌なこととかあったとしても、なんか遠ざけられるよっていうふうなことで考えていただいても大丈夫です。そしていやすごいな、このね、あなたのところに上に星でしょ、太陽でしょっていう風な感じで、挟まれてるカードがワンちゃんタワーだから、なんかあなた自身がとっても人気があるというか、インフルエンサーだったりとか、そういう感じもするし、なんかとても信頼できる人に囲まれていて安定もしていてっていう感じなんですよね。で、この2番の方がもしかしたら、例えば長女的役割とか長男的役割とか、そういうのがある方なのかな。なんかお墓を守るとか、そういうどう言えばいいのかな、なんか伝統とか古いものを大切にするとか、そういうものが見えるかなというふうに思っています。で、今月のね、恋愛運がここにハートがあるんだけど、怒りハートリング、ね、キー。はい、もう今月の恋愛運いいよね。いいです。いろいろ約束がきちんとできるとか、安定できるとか、何か連絡が例えば取りにくかったりとか、複雑な恋愛だったりってなったとしても、いろいろな解決策がきちんと出てくるよって出てるので、そういう意味では安心があるし安定感もあるなと思ってます。ここね、恋愛のことってハートリング、そして花束でも見るんだけど、花束で見ても今なんか復縁系かなって感じもする。今まで止まってた恋が動き出しますとか、安定していきますっていう感じがする。ただ、ここで未来でライダー、フォックス、雲が出てるので、連絡とか、連絡がちょっと例えば取りにくくなってしまったりとか、なんかデマとか例えばですね、そういうのでちょっと混乱をさせられたりとか、そういうことがもしかしたらあるかもしれない。今ね SNS の使い方とかもいろいろねあるので、なんかそういう間違った情報とかネガティブな情報とか、そういうのに振り回されずに、お互いがお互いを信じること、お互いが、連絡をね、連絡っていうか連絡だけに頼るんじゃなくって、やっぱりきちんと目と目で会って、話すとか会話するとか、そういうことを今月はいつもよりも気をつけていただければいいかなと思ってます。そしてちょっと気をつけることをこの4隅のカードで見ていきたいなって思うんだけど、よく言えば安定感がある。で、悪く言えばなんか大きな進展っていうよりもゆっくり進んでいきますっていう感じだから、ゆっくりが悪いことっていう風には思わないかな。焦らずにっていう風な感じがするんですよね。で、実際今月が
どういう1ヶ月になるかっていうと、あなた自身がなかなか飛び立てなくて、飛び立ちたいけど飛び立てなくって、でも結局家のこととか実家のこととか引っ越しとか、そういうふうなことが動いていきますよ、前に進んでいきますよって出てるから、あなたが、それこそ本当家の問題、実家の問題、そうだな、あとあなたの心の拠り所、そういうふうなことが何か悩んでいたとしても、でもきちんと前進する、前に進んでいく、そういうことができるから安心してくださいというふうには出ています。そして、あの人とのね、距離は少し離れてるかなって思うんだけど、123、なんかね、2週目、そうね、1週目2週目にあなたの方から動く、10月のね2週目に動く。そして3週目にはなんかねあの人と関係が近くなってくる。そして4週目には、いよいよあの人の方からもなんか積極的に連絡をくれたりとか、なんかあの人から距離が近づくような、そういう風な感じになるんじゃないかな。で、そうですね、そのね、あの人との距離があるからって言って、私はなんかねネガティブな感じがしないんですよね。なぜならばきちんとね解決ができる、連絡がね取れる、そして2人の関係性がしっかりと絆が強まっていくって出てるから、片思いの方も恋愛中の方も復縁を望んでる人もかなりね今月いい流れになっていくんじゃないかなと。特にね、ここに太陽と月が出てるから、どれだけ素晴らしい1ヶ月になるんだっていう風な感じで思っています。で、あなたのところ、特にね見ていくと、ちょっとね過去に友達と揉めたとか、そういうのがね出ているんだよね。出ていて、であなた自身がすごく信仰深い人ですね。お墓参りきちんと行ったりとかね、ご先祖様を大切にするような、そういう風な感じがあって、でなんか一人がもしかしたら好きだったりするのかな。そういう風な感じでも、あなた自身が少しずつ人と会うとか、デートの時間が増えていくとか、そういう流れになっているかなというふうに思っています。で、あの人はっていうと、ちょっと疲れてますね。飲み会とかが多かったのかなって思ってて、金銭的にもね、出ていっているっていう感じがするんだけど、少し忙しすぎて免疫系が落ちてるなっていうところが、気になりました。そこが気になったかな。で、お仕事のことを見ていくと、まずあなたがアルバイト、パート、自分でお仕事をしている人であれば、今月はねちょっとライバルが気になったりとか、人間関係で少し悩むことっていうのがあるかもしれない。でもですね、ここのカードの次はここになるんだけど、かなりあなたにとっての強力なバックアップとか、あなたを応援してくれる人、そういう風な人がね出てくるって出てるので、もしかしたらどうしようかなって思う目の上の単行分みたいな人がいたとしても、でもそれでもねやっぱりユリもあるから、ユリがこの蛇をね遠ざけてくれるっていう感じになるから、そこまで大ごとには私はならないんじゃないかっていうふうに思っています。で、今度はあなたが会社員の方、
ね、サラリーマンの方はもうとてもね安定してるんですよね。こう人とのコミュニケーションもいいですし、仕事自体もとても楽しいというふうに出てるので、そういう意味ではやりがいもありながら、かなりなんかこう落ち着いた1ヶ月になるかなという感じで、今月の金運がここですね。金運が魚と釜に囲まれているので、案外お金が今月は出ていきそうな気がする。こういろいろなね人との出会い、セミナー、飲み会、そういうところで思ったよりもお金を使ってしまったとか、デート代とかそういうふうなところにも関係あるかなと。であんまりないとは思うんだけれども、あの人にねこうお金を例えば貸したりとか、なんかねそういうこともなんか今月はね、いつもよりもなんか気をつけてた方がいいかなとか、そういうふうにも思っています。あとはね、お伝えできること、いやもうなんせねここが素晴らしいからですね。素晴らしいからね。なんかね、こう家のこととか実家のこととかもきちんと解決できるよって出てるので、あとは、なんかやっぱこうお墓参りとかがね、すごく良さそうな気がするということで、はい、じゃあね、アドバイス見ていきたいと思います。はい、じゃあ2番の方のアドバイスが、まず、たくさんの幸せに囲まれているということ。はい、そして、Tell the Truth です。はい、そして、はい、エンバランシング。そうですね。なんかあなたの周りになんかたくさんの、それこそなんていうのかな、幸せとね、そして、真実と、それがすごくあって、で素直にあなた自身があの人に対してこう自分の思いを告げる、自分の心を告げる、それがすごく大切だよっていう感じがして、なんか今回はこのね2つのひまわりとこの2つのうさぎちゃんがなんとなくその、ツインというかね、なんかこうソウルメイトっぽい私は感じがするので、お互いに思い合っている気持ちとか、なんかそういうものがすごくこう一緒なんじゃないかな、同じ温度差なんじゃないかなって思います。とにかく今月の強運力っていうのは本当にすごいので、あなた自身が本当にたくさんの人、そして愛に囲まれているし、あの人とは真実のこう愛を語り合うということを今月はおすすめしたいなと思っています。はい、これが2番の方へのメッセージです。はい、それでは3番選ばれた方見ていきたいと思います。まずあなたのカードがここです。そしてあの人のカードがここね、近いんですよ。同じ、列にねいるんだけど、間にあるカードがクローバーとクモ、ちょっとこうなかなか2人の関係性がちょっとはっきり見えないみたいな、そういう風な感じがあるプラス、あなたのすぐ横にヘビがいるんですよ。ちょっとね、あの
この3人の距離が近すぎて少し不安です。3番の方どうなっていくかっていうのを見てると、穏やかな感じに進んでいくとは出てるんだけど、この恋愛のことで何かこのねトラブルがあって、それこそ、複雑な関係の方は例えばこうバレたりとか、そういう可能性もあるかもしれないし、なんかねこの蛇の人がなんか探偵を例えばね雇ってたりとかするととても怖いな。なんかねその修羅場っぽい感じになったら嫌だなっていうふうに思ってます。どうしてかっていうと、ここのね一番下の4枚のカード、結論のカードが全部これがねちょっとネガティブなカードなんですよ。十字架、鎌、ネズミ、無知っていうことで、なんか無傷じゃいられないっていう感じがしていて、じゃあそれがいつかっていうと、おそらく何か問題があるとしたらこれ10月の1週目だと思う。2週目、3週目、4週目大丈夫だから、何か問題があるとすると、私は10月の1週目、逆にそこを乗り越えれることができたら、なんかねとりあえずこう未来はいい方向に変わっていくのかなっていうふうに感じました。で、あなたの3番のあなたのところから見ていくと、なんとなくねこう心が晴れなかったりとか、気分転換どっか行きたいなとか、旅行行きたいなとか、引っ越ししたいなとか、なんか全てをこう捨てたいみたいな、そういうふうな気持ちがあったのかなっていう感じがする。で、今あなた自身すごくストレスを抱えているような感じなので、なんか眠れてるかなとか、免疫力落ちてないかなっていうふうな心配があります。で、あなたの中にこういうライバルの存在とか第三者の存在がすごくやっぱりストレスになってるっていう風に出てるのが、これがまずねすごく心配なんですね。で、じゃああの人はっていうと、あなたと例えばね付き合っているとか定期的に連絡を取っているっていうのは、あの人にとってはとても幸せなこと。ただ今あの人がなんか背負ってるんですよね。責任感とかなんか動けない状態、そういうのでとても苦しそうで、ようやくね動けるような状態になるのかなと思うんだけれども、責任感が伴う移動っていう風な感じがするから、この山っていうものからはまだ逃れられてないというか、やっぱしなければならないこと、それが家族なのか子供なのか仕事なのか、なんかそれがすごくあの人にとても大きくのしかかっているのかなっていうふうに思うと、ちょっとねあの人もかなりしんどそうな状態、余裕がなかなかないように見えるんですね。で、今月の恋愛っていうことを見てると、あの人とはね相思相愛とか愛し合ってるって出てます。もう過去から複雑な関係だったかもしれないから、それを分かった上でもなんか2人がとてもお互い大切な存在だっていう風になってると思うんだけど、なんとなく距離が空いてしまうとか、一旦休むっていう風なカードが出てるから、このね1週目、10月の1週目に問題が起きなければ大丈夫だと思うんだけど、1週目がねとにかく要注意かなっていう風に出ています。で、はい、4隅のカードから注意点をお伝えしたいんですけれども、木、道、棺桶、リングだから、なんか今までやってきたことがなんか分岐点になります。で、その分岐点っていうのが1回2人のこととかがなんか休憩っていう風な感じになるかもしれない。一旦ちょっと休もうよみたいな、そういう風な感じになるかもしれない。でもまた再び出会えるよっていう風なのも出ているし、しばらく
音信不通だった人は逆に、今月ねいわゆるリスタート、復縁ができるのかなっていう風に出てるので、今のあなたの状態に合わせて、今ね絶賛複雑な恋愛中っていう風な方はね、愛し合ってるんだけれども、ちょっとストップしないといけない、一旦ねストップをしないといけない可能性もある。そして今ずっと復縁を望んでる人は、それこそ大きなチャンスがやってくるのかもしれないというふうに出ています。復縁のチャンスはね、2週目3週目、この辺りがかなり、強いですよね。月とかね月星、願いが叶うカードとか、太陽と花束っていう愛の告白とかね、そういうのが出てるので、第2週第3週っていうのはとても可能性があるかもしれない。ただどんな恋愛の方も第1週、10月の第1週だけはいつもよりも要注意深く、いた方がいいかなというふうに思っています。でちょっとハートを恋愛で見るのは、ハートか花束かリングで見るんだけれども、ハートで見るとね、蛇とか棺桶っていう風なカードが出て、ちょっとしんどそうな気がするんだけれども、花束で見た時っていうのは太陽と月と星が一緒にあるから、やっぱりあの人とのご縁とか相性っていうのがやっぱり素晴らしくいいんだろうなっていうふうに思います。ただここで考えること、迷うことっていうふうに出てるから、何らかの一旦立ち止まるような、そういうふうなことはあるかもしれない。でも完全にね縁が切れるとかそういうふうな感じではないです。そういうふうな感じではないのね。でリングで見ても、もう隣にあの人がいるし、ただあの人にはなんか動けない事情とか責任感っていうのがある。でもあなたとやり取りをしているとかお付き合いをしていることっていうのは、あの人にとってはとっても幸せな、そういうことだろうというふうに思います。じゃあ仕事のこと見ていきます。あなたが自分で仕事をしているアルバイトパートの方はですね、今までがね、ちょっとねなかなか売り上げが伸びなかったりとか、現状維持っていう風な感じだったかもしれないけれども、これからの流れを見てると人が活発に動いてくるとか、人が来てくれるとか、若いお客さんが増えるっていう風に出てるので、そういう意味では繁盛したりとか、人がたくさん来てくれたり、売り上げが出てきたりっていう風なことが出てるかなという風に思っています。で、会社員サラリーマンの方はもうすごいですね。太陽と月に囲まれていて、もしかしたら体調が悪くて少し休んでたとか、もしかしたら今月ちょっとお休みになる人とかいるかもしれないんだけれども、でも今の会社とのご縁とか、今あなたがやっていることっていうのはとてもクリエイティブでやりがいがあるというふうに出てるので、なんかねまた復帰ができるとか、とっても楽しいやりがいがある、そういうふうに出ているように思います。はい、今月の気運がいいですね。なんかねプレゼントもらえたりとか、なんかねいい買い物ができたりとか、かなりあなたに向かってお金がやってくるみたいな、そういうポジティブなカードが出てるのかなというふうに思っています。とにかく今月のあなたがちょっと疲れやすい、ストレスが溜まっている、そういうことは気をつけてほしいかなと。でここのね4枚がネガティブなカードは出たんだけれども、でもなんかいろいろなあなたを悩ませる問題っていうのは、私はあるとしたら第1週だと思う。で第1週が過ぎると案外ね、私は穏やかな日々になっていくんじゃないかなというふうに思っています。あとね伝えられることていうか、ここすごいよね。太陽月星ね、花束ハートね、これだけ見るとものすごく素晴らしいんだけれどもね、このライバルの存在とかがうまく乗り越えることがねできたら、
それこそ2週目以降は流れはね良さそうな気もするし、とにかく体力とか、あと変なね、いろいろな考え方あるかもしれないけど、変なコロコロとかのチックンっていうのはなんかしない方がいいかなというふうに思ったりもします。じゃああなたへのアドバイス見ていきます。はい、じゃあアドバイスがね、アンプラグを抜きましょうと。そしてアクション。じゃあ3番の方に伝えたいのが、まずここに愛があると。なのであの人はきっとあなたのことをどんな状態だったとしてもね、愛してくれてると思う。そしてあなたに必要なのがバケーションかな。スマホから離れるとか、電源を抜くとか、もう思い切って旅行にね、例えば行くとか、そういうのも良さそうだし、あとやりたいことに向かって行動してみようっていうのも出てる。あなたの夢は何ですか？あなたのやりたいことは何ですか？それに向かって動いていこうみたいな、行動しようっていうのが出てるのかなって思うと、なんかね今月、またね2週目以降っていうのはすごく素敵な1ヶ月になるんじゃないかなと思っています。これが3番の方へのメッセージです。